おい、どこに隠れた？素直に出てこい。入り口から3人の男たちが懐中電灯を照らしながら近づいてくる。みんながっちりとした体格で、明らかに普通の会社員ではない。彼らはおそらく、長官の差し金です。私を脅して、取材を止めさせようとしてるんです。記者の女性は顔を青ざめさせながらそう言った。俺は50歳を過ぎた小さな町の駐在所巡査。この記者の女性は俺の元上司で、今は警察庁長官の地位にある男の不正を追っている。そして今夜、彼女は危険な状況に陥った。記者の女性の動きを知った長官が彼女を黙らせようとしている。この女性を守らなければならない。その時、俺は10年間封印していた元刑事としての本能を呼び覚ました。でもそれは同時に、俺が長い間隠し続けてきた真実と向き合うことを意味していた。10年前に起きたあの事故の真実と。俺はもう逃げません。真実を全部話します。この夜が俺の人生を再び大きく変えようとしていた。俺の名前は剣持慎太郎。50歳を過ぎて田舎の小さな駐在所で一人朝の準備を整えている。制服のボタンを止めながら鏡に映る自分の顔を見つめた。深く刻まれたほうれい線、白髪の混じった髪。10年前の俺とはまるで別人のようだった。おはようございます、剣持さん。いつもお疲れ様です。窓の外から聞こえる声に振り返ると、近所のおばあちゃんが手を振っていた。毎朝欠かさず、散歩の途中で声をかけてくれる。おはようございます。今日もいい天気ですね。俺は窓を開けて答えた。夏の風が頬を撫でていく。彼女が去った後、俺は再び鏡の前に立った。10年前まで俺は警察庁のキャリア官僚だった。エリートコースを歩み、将来を嘱望されていた。都心の高層ビルで働き、重要な会議に出席し、国の治安政策に関わっていた。それが今では人口3000人ほどの小さな町の駐在所で巡査として働いている。なぜこんなことになったのか。答えは簡単だった。飲酒運転事故を起こし、尊い命を奪ってしまったからだ。あの日のことは今でも鮮明に覚えている。夜遅く、上司の加賀さんとの会食の帰り道、横断歩道を渡っていた女性に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わなかった。救急車のサイレン、血まみれのアスファルト、泣き崩れる女性の夫。私が全て悪かったんです。私が飲酒運転をしました。法廷でそう証言したとき、被害者女性の夫が俺を睨んでいたのを忘れられない。なぜだ？なぜ妻の命を奪った？その声が今でも夢に出てくる。それから10年、俺はこの町の駐在所で働いている。駐在として地域の人々の安全を守ることが俺なりの償いだと思ったからだ。駐在さん、おはようございます。外から元気な声が聞こえた。近所の小学生たちが登校していく。おはようみんな。気をつけていくんだよ。俺は駐在所の前に出て子供たちに手を振った。はーい。子供たちの無邪気な笑顔を見ていると心が和らぐと同時に自責の念が重くなる。この町の人たちはみんな俺を受け入れてくれた。俺の過去を知りながらも温かく迎えてくれた。それが余計に胸に刺さる。この町で平穏に暮らしていることが本当に贖罪になっているのだろうか。時々そんな疑問が頭をもたげる。でも俺にできることは今日もこの町の人々の安全を守ることだけだった。夕方のパトロールを終えて駐在所に戻ると、携帯電話の着信履歴が1件残っていた。番号を見て俺の胸が締め付けられた。娘のテルコからだった。10年ぶりの娘からの電話に俺は震える手で携帯を握りしめた。でもかけ直す勇気が出なかった。テルコは今25歳になっている。大学を卒業してどこかで働いているはずだ。結婚の話も出ているかもしれない。でも俺は娘の近況を何も知らない。誕生日には毎年手紙を送っている。近況を知らせて体に気をつけてほしいと書いている。でも返事は一度も来たことがない。おそらく読まれたこともないのだろう。事故の後、テルコは俺を許してくれなかった。お父さんなんてもう知らない。あの時、テルコは高校生だった。多感な時期に
父親が人の命を奪ったという事実を突きつけられた。学校でも辛い思いをしたに違いない。離婚した元妻が照子を引き取った。それが一番いい選択だった。俺と一緒にいては、照子がさらに苦しむだけだから。携帯電話が鳴った。照子からだった。俺は急いで電話に出た。もしもし、お父さん？10年ぶりに聞く照子の声だった。少し大人になっていたけれど、俺には分かった。間違いなく照子の声だった。照子か。久しぶり。照子の声は冷たかった。感情を押し殺しているような話し方だった。元気にしてるか？まあね、お父さんこそ田舎で元気にやってるみたいじゃない？照子は俺の現在の状況を知っているようだった。ああ、おかげさまで。気まずい沈黙が流れた。10年間の空白は簡単には埋まらない。何か用があるのか？用っていうか、照子は言いよどんだ。実は結婚することになったの。俺の心臓が止まりそうになった。娘が結婚する。それは喜ばしいことのはずなのに、俺の胸は苦しかった。そうか、おめでとう。ありがとう。相手はどんな人だ？優しい人よ。お父さんのことも理解してくれてる。照子の言葉が胸に刺さった。俺のことを理解してくれている。ということは、相手の男性は俺の過去を知っている。ということだ。それでも照子と結婚してくれるなんて、本当に優しい人なのだろう。それで結婚式のことなんだけど、お父さんには来てもらわないことにしたの。お母さんもそれが一番いいって。でも一応連絡だけはしようと思って。そうなるであろうことは予想していた。でも実際に言われると心が砕けそうになった。ああ、それで構わない。連絡してくれてありがとう、照子。幸せになってくれ。当たり前じゃない。お父さんに壊された分、これから私は幸せな家庭を築くんだから。そんな照子の冷たい声を最後に電話は切れた。俺は携帯電話を握りしめたまま、しばらく動けなかった。窓の外では、夕日が山の稜線に沈もうとしていた。俺は、照子の結婚式に出席することはできない。バージンロードを一緒に歩くこともできない。でも、それが、照子のためなのだ。俺がいると、照子の新しい人生に影を落としてしまう。だから俺は、遠くからそっと見守るしかない。それが、俺にできる最後の親心だった。携帯電話を机の上に置いて、俺は深くため息をついた。照子からの電話があった翌日、俺は普段通り朝のパトロールを終えて駐在所に戻った。駐在所の前に見慣れない軽自動車が止まっているのを見つけたとき、俺は首をかしげた。この街では珍しい他県ナンバーの車だった。車から降りてきたのは30代前半くらいの女性だった。きちんとしたネイビーのスーツを着て、手にはショルダーバッグとノートを持っている。記者か何かだろうか。剣持慎太郎さんでいらっしゃいますね。女性は俺に向かって歩いてきた。人懐っこそうな笑顔だったが、その目には鋭い光が宿っていた。はい、そうですが、俺は警戒した。この町に、俺の名前で知っている他県の人間が来るなんて、ろくなことではない。はじめまして。私、県内の地方新聞社で記者をしております。秋山秋音と申します。女性は丁寧に名刺を差し出した。やはり記者だった。俺の予感は的中した。俺は名刺を受け取らなかった。新聞社の方が何のご用でしょうか？実は、お話を伺いたいことがあるんです。10年前の飲酒運転事故のことについて。彼女の言葉に俺の表情が硬くなった。やはりそうか。それはもう終わったことです。お話しすることは何もありません。でも、剣持さん、あの事故には疑問点が多いんです。秋山さんは一歩前に出た。疑問点？はい。事故の状況、関係者の証言、そして何より、あなたがなぜ一人で全ての責任を負ったのか。俺の心臓が激しくなった。この女性は一体どこまで調べているのか。私が飲酒運転をして人をひいてしまった。それが全てです。本当にそうでしょうか。なら質問します。剣持さん、事故当日、あなたは一人で車に乗っていたんですか？秋山さんの質問に俺の体が硬直した。もちろんです。本当に？秋音はノートを開いた。
事故現場近くの防犯カメラの映像を確認しました。事故の数十分前、あなたの車には2人の人影が映っていました。俺の顔から血の気が引いた。防犯カメラの映像、そんなものがあったのか。それは、上司を途中まで送って。その上司というのは、警察庁の加賀昇さんではありませんか？加賀さんの名前が出た瞬間、俺は息を飲んだ。この女性は確実に何かを掴んでいる。加賀さんがどうしたと言うんですか？加賀さんは事故当日、あなたと一緒に会食をしていた。彼とあなたの証言では、あなたとは会食後に別れたと。その通りです。でも防犯カメラの映像では、事故現場の直前まで車には2人の人影が映っている。これが加賀さんなら、彼にも罰が下されなければならないはずです。でもそうはならなかった。秋山さんの目が真剣に俺を見つめていた。その光の強さに思わずたじろぐ。あなたには関係のないことです。失礼します。俺は声を荒げ、駐在所に入ろうとした。待ってください。秋山さんが俺を呼び止めた。私はジャーナリストとして真実を追求したいだけなんです。剣持さん、もしあなたが加賀さんをかばっているのなら、それは正義ではありません。俺は振り返った。正義って何ですか？私は人の命を奪ったんです。どんな理由があろうと、それは変わらない事実です。でも、真実を隠したままでは、本当の解決にはなりません。私が過去に話したことが、すべて真実です。お引き取り願います。俺は再び背を向けた。剣持さん、私は何日でもここに通います。真実が明らかになるまで諦めません。秋山さんの声が俺の背中に届いた。俺は駐在所のドアを開けた。その手が震えているのを彼女に見られないように祈った。ご自由に。ドアを閉めた後、俺は椅子に座り込んだ。外では軽自動車のエンジン音が響き、やがて遠ざかっていった。俺は窓越しに空を見上げた。雲が風に流されて、ゆっくりと形を変えている。山の稜線の向こうから午後の日差しが斜めに差し込んできた。駐在所の中は静寂に包まれていたが、どこか空気が重く感じられた。10年間変わることのなかった日常に小さな波紋が立ち始めていた。翌日の朝、俺が駐在所から出ると、例の軽自動車が向かいの駐車場に止まっていた。秋山さんが車から降りてこちらを見ている。おはようございます、剣持さん。彼女は昨日と変わらぬ爽やかな笑顔で挨拶した。カメラを首から下げていた。どうやら本格的に取材するつもりらしい。俺は無視して朝のパトロールに向かった。秋山さんは適度な距離を保ちながら後をついてくる。商店街に入ると魚屋さんが手を振った。おはようございます、剣持さん。今日も早いですね。おはようございます。今日はいいお魚が入ってますか？ええ、朝どれの味が美味しそうですよ。八百屋の前を通ると、おばあちゃんが重そうに野菜の箱を運んでいた。お手伝いしますよ。俺は駆け寄って箱を受け取った。ありがとうございます、剣持さん。いつもすみません。いえいえ、これも仕事のうちです。野菜を店の中まで運び終えると、おばあちゃんが俺の手を握った。本当にありがとうございます。剣持さんがいてくださって、この町は安心です。そんな大げさな。いえいえ、みんなそう思ってますよ。剣持さんがいらしてから、この町は本当に平和になりました。おばあちゃんの言葉が、俺の胸に深く刺さった。学校の前を通りかかると、登校中の小学生たちが駆け寄ってきた。駐在さんおはよう。おはようみんな。今日も元気だね。昨日、宿題手伝ってもらったやつ、先生に褒められたよ。一人の男の子が嬉しそうに報告した。そうか、よかったな。でも今度は自分の力でやるんだよ。はーい。子供たちは元気よく学校に向かって走っていった。彼らを見送る秋山さんの表情には驚きの色が浮かんでいた。剣持さん、皆さんに愛されているんですね。でも、仕事の範囲を超えていませんか？野菜を運んだり、子供の宿題を見てやったり。この町の人たちが困っていれば、手を貸すのは当然です。なぜそこまで？秋山さんの質問に俺は答えられなかった。なぜなら、それが俺なりの償いだから。でも、そんなことは彼女に言えない。午後のパトロールでも、秋山さんは俺についてきた。そして夕方、パトロールを終えて駐在所に戻ると、
秋山さんが言った。今日一日、剣持さんの行動を見させていただきました。あなたは本当に、この町の人たちのことを思っているんですね。秋山さんは真剣な表情で言った。俺は黙っていた。ところで剣持さん、夜は眠れていますか？秋山さんの突然の質問に、俺の足が止まった。何のことですか？昨夜、駐在所の電気が深夜までついていました。そして、うなされるような声が聞こえました。俺の顔が青ざめた。彼女は昨夜、俺を監視していたのか？プライバシーの侵害ではありませんか？すみません。でも、記者として真実を知りたくて、剣持さん、あなたは毎晩悪夢を見ているんじゃありませんか？被害者の方の名前を寝言で呼んでいました。秋山さんの言葉に、俺の手が震えた。その通りだった。俺は毎晩、あの事故の夢を見る。横断歩道を渡る被害者、血まみれのアスファルト、そして泣き崩れる被害者の夫の姿。もうこれ以上、一人で苦しまないでください。真実を話してください。俺は振り返らずに答えた。俺には話すことはありません。駐在所のドアを閉めた後、俺はその場に座り込んだ。俺は10年間、この重荷を一人で背負ってきた。誰にも理解されなくていいと思い、ただ、償いのために生きてきた。でも秋山さんは、俺の行動の裏にある動機を理解しようとしている。それが嬉しいような、恐ろしいような、複雑な気持ちだった。窓の外では、夕日が山の向こうに沈もうとしていた。秋山さんが、俺の取材を始めてから1週間が過ぎた。彼女は毎日、決まった時間に現れ、適度な距離を保ちながら、俺の行動を観察している。最初は鬱陶しく感じていたが、だんだん慣れてきた。今日も、俺が駐在所で事務処理をしていると、秋山さんが近づいてきた。剣持さん、昨日読ませていただいた資料で気になることがあるんです。事故の調書なんですが、あなたの血中アルコール濃度は基準値をわずかに上回っていただけなんですね。秋山さんはノートを開いた。俺の手が止まった。それが、どうしました？会食であなた一人がそれだけしか飲まなかったというのは不自然じゃありませんか？上司の方々との会食ならもっと飲まれるのが普通だと思うんです。秋山さんの指摘は鋭かった。その通りだった。俺はほとんど飲んでいなかった。飲んでいたのは加賀さんの方だった。体質的に酒に弱いんです。でも、同席者の証言では、あなたは普段からよく飲まれるということですが。秋山さんは調査を徹底していた。俺の同僚たちにまで話を聞いているらしい。なぜそこまでして真実を知りたがるんですか？秋山さんは。初めて俺から質問した。秋山さんは少しうつむいた。私の父も交通事故で亡くなったんです。5年前、飲酒運転の車にひかれました。加害者は有名企業の重役で、結局軽い刑で済みました。でも後で分かったんです。実際に運転していたのは、その人の息子だったということが。俺は息を飲んだ。息子は未成年で、しかも前科があった。だから父親が身代わりになったんです。真実が明らかになったのは、事故から3年後でした。秋山さんの目に涙が浮かんでいた。3年間、私たち家族は間違った相手を恨み続けていました。本当の加害者は何の償いもせず、のうのうと生きていたんです。だから私は、交通事故の冤罪や隠蔽を見過ごすことができないんです。真実が隠されたままでは、被害者も加害者も、本当の意味で救われないから。秋山さんの言葉が、俺の心の奥深くに響いた。剣持さん、あなたも苦しんでいるんでしょ？毎晩悪夢を見て、一人で全てを背負って、でもそれは本当の解決じゃありません。真実を隠すことで守られるものもあるかもしれません。でもそれ以上に傷つく人がいます。真実を隠したままでは誰も救われないんです。俺は秋山さんの真剣な表情を見つめていた。この人は、ただの好奇心や名誉欲で俺を追い回しているわけじゃない。本当に正義のために、真実を求めているのだ。父親を失った痛みを背負いながら、同じような苦しみを他の人に味わわせたくないという思いで、俺は口を開きかけたが、言葉が出なかった。急がせるつもりはありません。でも、一人で苦しまないでください。話したくなったらいつでも聞きます。秋山さんは優しく言った。
俺が真実を話したところで、失ったものは戻ってきません。俺が奪った命は帰ってこない。それは、変わらない、事実です。俺はやっと口を開いた。でも、ご家族の気持ちは変わるかもしれません。真実を知ることで、憎しみから解放されるかもしれません。秋山さんは静かに言った。余計に苦しませることになるかもしれない。それでも、真実を知る権利はあると思います。秋山さんの言葉に、俺は反論できなかった。夕方、秋山さんが帰るとき、俺は駐在所の外まで見送った。今日はありがとうございました。秋山さんは深くお辞儀をした。いえ、こちらこそ。明日も来させていただきます。ええ。俺は初めて秋山さんの取材を拒否しなかった。彼女の車が見えなくなるまで、俺は手を振り続けた。一人になった駐在所で、俺は秋山さんの言葉を反芻していた。真実を隠したままでは、誰も救われない。窓の外ではいつものように街の夕暮れが静かに過ぎていく。でも、俺の心の中では長い間凍りついていた何かが少しずつ溶け始めていた。秋山さんとの会話から3日後の夜、駐在所の電話が鳴った。時計を見ると22時を過ぎていた。この時間に電話がかかってくることはめったにない。剣持くんかね？聞き覚えのある声に俺の背筋が凍った。加賀昇さん、俺の元上司で、現在は警察庁長官の地位にある男だった。加賀さん。久しぶりだな、剣持くん。元気にやっているかね？加賀さんの声には以前と変わらぬ威厳があった。でも、その奥に何か冷たいものを感じた。おかげさまで。そうか。田舎の駐在所勤務ももう10年になるのか。時が経つのは早いものだな。君も苦労をかけたが、よく頑張ってくれている。加賀さんの言葉は、表面的にはねぎらいの言葉だったが、俺には何かの警告のように聞こえた。ところで剣持くん、最近変わった客が、君のところを訪れているそうだね。加賀さんの声のトーンが変わった。俺の心臓が激しくなった。秋山さんのことを言っているのは明らかだった。変わった客と言いますと、新聞記者の女性だよ。秋山秋音という名前だったかな。加賀さんは秋山さんの名前まで把握していた。ああ、取材の方が来られましたが。どんな取材だね。地方の駐在所の日常についてということでしたが、俺は嘘をついた。そうか。それなら問題ないが。加賀さんは一呼吸置いた。剣持くん、君は10年前の件について余計なことは話していないだろうね。もちろんです。話すことなど何もありませんから。そうだな。あの件はもう終わったことだ。蒸し返す必要はない。加賀さんの声にははっきりとした威圧があった。君もわかっているだろうが、あの時の君の判断は正しかった。多くの人が救われたのだ。はい。私も今では長官の地位にある。国の治安を預かる重要な立場だ。古い話を掘り返されては困る。家族もいることだしな。当然です。よろしい。ところで、その記者はまだ来ているのかね？時々見かけますが。そうか。もし変な質問をされるようなことがあれば、すぐに連絡をしなさい。わかりました。剣持くん、君の娘さんは確か結婚されるのだったな。俺の血が凍った。なぜ加賀さんがテルコのことを知っているのか。はい。おめでとう。幸せな結婚式になるといいな。加賀さんの言葉には明らかな脅しが込められていた。余計なことを言えば、娘を巻き込むぞ、という意味だ。では体に気をつけて、職務に励んでくれ。また連絡する。ありがとうございます。電話が切れた。俺は受話器を置いたまま、しばらく動けなかった。加賀さんが秋山さんの動きを知っている。そして、俺に圧力をかけてきた。さらに恐ろしいのは、テルコのことまで持ち出したことだった。俺の手は震えていた。翌日の朝、秋山さんがいつものように現れた時、俺は複雑な気持ちだった。おはようございます、剣持さん。おはようございます。俺の表情が硬いことに、秋山さんは気づいたようだった。何かあったんですか？いえ、何も。秋山さん、しばらく、取材を控えていただけませんか？秋山さんの表情が変わった。何かあったんですね。誰かから圧力をかけられたんですか？そういうわけでは。剣持さん、
私は簡単には引きません。私の父の時もそうでした。真実に近づこうとすると、必ず妨害が入ります。でも、それは真実に近づいている証拠でもあるんです。秋山さんの目には強い意志が宿っていた。俺は何も言えなかった。剣持さんを危険にさらすつもりはありません。でも、真実を明らかにすることは諦められません。秋山さんの決意は固かった。俺は深くため息をついた。わかりました。でも気をつけてください。相手は。わかっています。権力を持った人間ですね。でも、私はジャーナリストです。権力に屈するわけにはいきません。秋山さんは微笑んだ。でも、俺の心の中では嵐が吹き荒れていた。加賀さんからの脅迫電話があった1週間後、俺の館内で大きな動きがあった。町役場の前に見慣れない黒塗りの車が何台も止まっていた。国土交通省の職員らしき人々が大量の書類を持って出入りしている。何かあったんでしょうか？朝のパトロール中に現場を通りかかった秋山さんが俺に尋ねた。さあ、わかりませんが、俺も気になっていた。この小さな町にこれほど多くの中央官庁の職員が来ることなどめったにない。昼過ぎ、町長が駆け込むように駐在所にやってきた。剣持さん、大変なことになりました。高速道路の延伸工事の件で国の監査が入ったんです。監査？俺は眉を潜めた。この町の北部では高速道路の延伸工事が3年前から進められている。総工事費は500億円を超える大規模なプロジェクトだった。不正入札の疑いがあるということで、詳しいことはわからないのですが、どうやら入札に関わった企業と警察庁の幹部との癒着が疑われているらしくて。町長の声は震えていた。俺の心臓は止まりそうになった。警察庁の幹部？まさか。その警察庁の幹部というのは、加賀長官だそうです。建設会社から接待を受けていたという情報があるそうで。町長の言葉で、俺の懸念は現実になった。俺は頭が真っ白になった。加賀さんが不正に関わっている。それも、俺の管轄内で。夕方、秋山さんがやってきた。剣持さん、大変なニュースが入ってきました。加賀長官の不正入札疑惑です。私の新聞社にも情報が入りました。これは大きなスキャンダルになりそうです。警察庁長官の汚職ですから。そうですか。興奮している秋山さんを前に、俺は平静を装った。秋山さんはノートを開いた。加賀長官は建設会社から高額な接待を受けていたらしいんです。その見返りに入札情報を漏らしていたという疑いがあります。詳しいことはわからないでしょう。いえ、かなり具体的な情報があります。3年前から複数回、高級料亭で接待を受けていた記録があります。そして、その都度、建設会社に有利になるような入札が行われていた。秋山さんの目が光った。俺は胃が痛くなってきた。剣持さん、この件であなたに聞きたいことがあるんです。もしかして、今回の不正入札も10年前の事故と関係があるのではないでしょうか。秋山さんの推理は鋭かった。何を根拠にそんなことを。加賀長官は、この地域で不正を働いても、あなたなら黙っていてくれると思っているのでは？俺は何も言えなかった。その推理はおそらく正しかった。加賀さんは俺が告発するはずがないと高をくくっているのだ。剣持さん、これは大きなチャンスです。加賀長官の不正を暴けば10年前の事故の真相も明らかになるかもしれません。秋山さんの声に熱がこもった。俺には関係ありません。失礼します。俺は立ち上がった。待ってください。剣持さん、あなたはこのまま黙っているつもりですか？加賀長官の不正を知っていながら見て見ぬふりをするつもりですか？秋山さんの言葉が俺の胸に突き刺さった。私は何も知りません。本当に？この町の人たちが不正な工事で被害を受けるかもしれないんですよ。手抜き工事で事故が起きるかもしれない。それでも黙っているつもりですか？秋山さんの目が真剣に俺を見つめていた。俺の体が震えた。秋山さんの言う通りだった。加賀さんの不正を黙認することは、この町の人たちを危険にさらすことになるかもしれない。俺が守ってきた人たちを。剣持さん、10年前のことは水に流しても構いません。でも、今起きている不正は見過ごすわけにはいきません。あなたの力が必要なんです。秋山さんは優しく言った。
俺は窓の外を見つめた。夕日に照らされた街の風景がいつもより美しく見えた。この街の人たちの笑顔を俺は10年間守り続けてきた。それなのに、今度はその人たちを危険にさらすかもしれない不正を、俺は見て見ぬふりをしようとしている。わかりました。国の調査官の方々に会って話をします。俺は振り返った。秋山さんの顔が明るくなった。本当ですか？ええ、でも何も保証はできません。俺が知っていることなど、たかが知れていますから。それでも重要な証言になるはずです。その夜、俺は久しぶりに深く眠ることができた。10年間、俺の肩に重くのしかかっていた何かが少し軽くなったような気がした。俺が国の調査官に協力することを決めた翌日の夜、秋山さんから電話がかかってきた。剣持さん、建設会社の元社員の方から連絡があったんです。内部告発をしたいと。俺の心臓が早金を打った。内部告発。はい。加賀長官との癒着の決定的な証拠を持っているそうなんです。接待の際の録音テープや金銭授受の記録も。これは大きな進展だった。それで今夜会うことになったんです。今夜、俺は時計を見た。もう午後9時を過ぎている。はい。相手の方が人目につかない場所での面会を希望されていて。どこで会うんですか？町外れの廃工場です。以前使っていた資材置き場だった場所らしいです。俺は嫌な予感がした。秋山さん、それは危険すぎませんか？大丈夫です。相手の方も真実を明らかにしたいという気持ちは同じですから。でも、一人で行くのは。一人で来るよう言われてるんです。記者として、これは逃せない機会なんです。秋山さんの決意は固かった。わかりました。でも、何かあったら、すぐに連絡してください。ありがとうございます。それでは行ってきます。電話が切れた後、俺は落ち着かなかった。廃工場での深夜の密会。いくら真実を求めるためとはいえ、あまりにも危険すぎる。午後11時を過ぎても、秋山さんからの連絡はなかった。俺はパトカーのエンジンをかけた。廃工場までは、車で20分ほどの距離だった。様子を見に行くだけでも、と思った。町外れの曲がりくねった山道を抜けると、月明かりに照らされた廃工場が見えてきた。秋山さんの軽自動車が工場の入り口近くに止まっていた。でも、工場の中からは明かりが漏れていない。俺は車を離れた場所に止めて、徒歩で近づいた。秋山さん？小声で呼んでみたが、返事はない。工場の入り口は半開きになっていた。俺は慎重に中に入った。秋山さん、いらっしゃいますか？懐中電灯の光で工場内を照らすと、奥の方で何かが動いた。剣持さん？秋山さんの声だった。でも、いつもより弱々しく聞こえる。光を向けると、秋山さんが古い機械の影に隠れているのが見えた。どうしたんですか？剣持さん、危険です。ここから離れて。秋山さんの顔は青ざめていた。何があったんですか？内部告発者は現れませんでした。代わりに3人の男性が私を襲ってきたんです。おそらく、加賀長官の差し金です。私を脅して、取材を止めさせようとしてるんです。秋山さんの声が震えていた。俺の血が逆流した。加賀さんが、とうとう直接的な妨害に出たのか？怪我はありませんか？大丈夫です。でもカメラとノートを取られました。取られた？はい。これまでの取材資料が全部入っていたのに。秋山さんの悔しそうな表情が俺の胸を締め付けた。その時、工場の入り口の方から足音が聞こえた。俺は秋山さんを機械の影に押し込めた。ここにいてください。俺は懐中電灯を消して音を立てないように入り口の方に向かった。3人の男が工場内に入ってきた。みんながっちりとした体格で明らかに普通の会社員ではない。おい、秋山秋音、どこに隠れた？素直に出てこい。一人の男が大声で叫んだ。俺は物陰から様子を伺った。男たちは懐中電灯で工場内を照らしながら秋山さんを探している。3人の男のうちリーダー格らしい男が肩にかけたバッグを持っているのが見えた。おそらくそこに秋山さんのカメラとノートが入っているのだろう。俺は静かに息を整えた。10年間、駐在所での平和な日々で鈍っていた感覚が徐々に蘇ってきた。現場の空気を読み、相手の動きを予測し、最適な行動を選択する。かつて
俺が得意としていたことだった。俺は物陰から出て、男たちの前に現れた。おや、こんなところに田舎の駐在さんが何の用だ。リーダーの男が皮肉っぽく言った。君たちは何をしている？あの女性に何の用があるんだ？俺は冷静に問いかけた。ただの話し合いだよ。話し合い？脅迫の間違いだろ？証拠でもあるのか？俺たち何も悪いことはしてないぞ。リーダーが不敵に笑った。そうか、それなら本署に応援を呼んで、きちんと事情を聞かせてもらおう。俺は携帯電話を取り出した。すると、男たちの表情が変わった。右側の男が動き、俺に向かって拳を振り上げた。余計なことすんじゃねえ。俺は相手の攻撃を避けると同時に、その腕を掴んで関節を決めた。10年間のブランクがあっても、体は覚えていた。うわ！男が悲鳴を上げて膝をついた。やろう。左側の男も俺に襲いかかってきた。俺は最初の男を突き飛ばして、2番目の男に向き直った。相手の突進を横に避けて、足払いをかける。男はバランスを崩して転倒した。くそ！リーダーが俺の背後から襲いかかった。俺は振り返りざまに相手の胸を小艇で突いた。リーダーは後ろへよろめき、古い機械にぶつかった。バッグが地面に落ちた。秋山さん、バッグを！俺は叫んだ。秋山さんが素早く駆け寄ってバッグを拾った。カメラもノートも全部入ってます。秋山さんの安堵の声が響いた。起き上がろうとしていた男たちが俺を睨んでいた。お前たちの行為は威力業務妨害に恐喝、そして公務執行妨害だ。現行犯逮捕する。俺は手錠を取り出した。待てよ。あんた剣持ちだろ。俺たちを逮捕すれば娘がどうなるか。この町も娘も俺が守ってみせる。俺の言葉にリーダーの額に青筋が立った。ただの田舎の駐在のくせに。リーダーが再び俺に向かってきた。しかし、今度の俺の動きはもっと鋭かった。相手の攻撃をかわし、一瞬で背後に回り込む。そして、相手の首に腕を回して締め技をかけた。動くな。苦しい。リーダーがもがいた。他の二人は、俺の実力を目の当たりにして動けずにいた。俺は彼らに手錠をかけた。その後、本署から応援が駆けつけ、男たちは連行されていった。車のエンジン音が遠ざかった後、俺は秋山さんに駆け寄った。大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。秋山さんの目に涙が浮かんでいた。剣持さんすごかったです。まるで映画のアクションシーンみたいでした。俺は苦笑いした。昔撮った絹塚というやつです。でも、本当にありがとうございました。これで取材を続けられます。俺はうなずいた。秋山さん。はい。俺はもう逃げません。真実を全部話します。その言葉に、秋山さんは目を丸くした後、真剣な顔つきでうなずいた。廃工場から出た俺たちは、町の24時間営業のファミリーレストランに向かった。深夜でも人目があり、安全な場所で話をするためだった。コーナーの静かな席に座ると、秋山さんは緊張した面持ちでノートを開き、レコーダーのスイッチを入れて机に置いた。剣持さん、本当によろしいんですか？ええ。俺はコーヒーカップを両手で包んだ。手が少し震えているのを隠すためだった。俺は深く息を吸った。あの日、加賀さん、当時の直属の上司である加賀管理官と俺は、都内の料亭で会食をしていました。会食の目的は？俺の昇進に関する相談でした。加賀さんは俺を引き立ててくれる恩人だったんです。俺は10年前のあの夜を思い出していた。加賀さんはその夜、かなり飲んでいました。日本酒を何本も開けて完全に酔っていた。剣持さんは？俺はほとんど飲んでいませんでした。体質的に酒に弱いし、翌日も仕事がありましたから。秋山さんがノートにメモを取った。午後10時頃、加賀さんが車で帰ると言い出したんです。俺は慌てました。あの状態で運転するなんて明らかに危険でしたから。止めなかったんですか？止めました。タクシーを呼びましょう。代行を頼みましょうと何度も。でも、加賀さんは聞かなかった。大丈夫だ、慣れてる。バレなきゃ問題ないと言って、車のキーを持って店を出た。それで？俺は言葉に詰まった。俺は仕方なく一緒に車に乗ったんです。加賀さんを一人にするわけにはいかなかった。でも案の定でした。加賀さんの運転は危険極まりなかった。信号を見落としそうになったり、
センターラインを越えそうになったり、俺はカップを握りしめた。そして、事故が起きた。はい。横断歩道を渡っていた被害者に気づくのが遅れました。加賀さんがブレーキを踏んだ時には、もう間に合わなかった。俺は目を閉じた。あの瞬間の光景が鮮明に蘇ってきた。事故の直後、加賀さんは完全にパニックになりました。パニック？どうしようどうしようと繰り返すばかりで、そして泣きながら俺に頼んだんです。剣持くん頼む。俺の家族のことを考えてくれと。家族？加賀さんの奥さんは当時、重い病気を患っていました。息子さんは大学受験を控えていた。もし加賀さんが飲酒運転で逮捕されれば、家族はどうなるか。俺の声に痛みが滲んだ。それで、身代わりになることにしたんですね。はい。救急車が来る前に、俺は運転席に移りました。加賀さんにはその場を離れてもらいました。そして警察が来た時、俺が一人で運転していたと証言しました。俺の目に涙が浮かんだ。でも秋山さん、俺は大きな間違いを犯していたんです。加賀さんは何の償いもせず、出世街道を歩み続けました。そして今、汚職まで犯している。俺は誰も救っていませんでした。ただ問題を隠蔽しただけでした。俺が真実を隠すことで、多くの人が傷ついた。だが、もう誰も犠牲にはさせない。俺の声はレストラン内に響いた。周囲の客が振り返ったが、俺は気にしなかった。加賀さんの犯罪は明るみに出されるべきです。そして俺自身も偽りの償いではなく、本当の責任を取らなければならない。秋山さん、私の証言をすべて記事にしてください。本当によろしいんですか？あなたの人生も大きく変わりますよ。構いません。10年間嘘の上に築いた人生でした。今度は真実の上に新しい人生を築きたい。俺は微笑んだ。秋山さんの目に涙が浮かんだ。剣持さん、あなたは本当に勇気のある方ですね。いえ、勇気なんかじゃありません。やっとやるべきことをやるだけです。俺は首を振った。でも、娘さんのことは大丈夫ですか？俺の表情が一瞬曇った。照子には辛い思いをさせるかもしれません。それでも。はい。今度こそ父親として正しいことをしたい。娘にも真実を知ってもらいたい。俺はコーヒーを一口飲んだ。わかりました。必ず真実を伝えます。秋山さんは力強く言った。俺は窓の外を見つめた。夜明けが近づいているのか、空の色が少しずつ変わり始めていた。秋山さんに真実を告白した翌日の午後、俺の携帯電話が鳴った。照子からだった。もしもし、お父さん？娘の声は動揺していた。照子、どうした？お父さん、変な人たちが、私の職場に来たの。スーツを着た男の人が2人。私にお父さんによろしくって伝言を残して帰ったの。俺の血が逆流した。加賀の差し金だった。俺が真実を話したことを察知して、照子に圧力をかけてきたのだ。照子、説明は後だ。今から迎えに行くから、人目のあるところにいなさい。俺の声に緊迫感があることを、照子は察したようだった。わかった。とだけ言って電話を切った。1時間後、俺は照子の会社に到着した。10年ぶりに間近で見る娘は、すっかり大人の女性になっていた。でも、不安そうな表情は昔と変わらない照子だった。お父さん。照子は俺を見つめていた。久しぶりだな、照子。俺と照子は近くの客の多いカフェに入った。お父さん、さっきの男たちは何だったの？その前に照子に話さなければならないことがある。10年前の事故のことだ。俺はお前に嘘をついていた。照子の表情が変わった。俺は10年前の真実を照子に全て話した。加賀が実際の運転者だったこと。俺が身代わりになったこと。そしてその理由。照子は黙って聞いていた。時々涙を拭いながら。どうして今まで黙っていたの？加賀さんを守りたかった。そして、お前にもこれ以上辛い思いをさせたくなかった。でも、お父さんが一番辛かったじゃない。照子の目から涙が溢れた。私お父さんを恨んでた。でも本当は違ったのね。でも、俺にも責任はある。飲酒を知りながら助手席に乗っていたことや、真実を隠したことで多くの人を傷つけた。照子、俺はこれから加賀さんと戦うつもりだ。でも、それは、
お前を危険にさらすことになるかもしれない。危険？加賀さんは今、警察庁長官の地位にある。権力を使って俺たちを黙らせようとするだろう。照子は考え込んだ。お父さん、私も手伝う。何？私もお父さんと一緒に戦う。俺は首を振った。ダメだ。危険すぎる。でも、お父さん一人じゃ心配。10年間一人で苦しんできたんでしょ？もう一人で背負わないで。照子の言葉が俺の胸を熱くした。それに、私は広告代理店で働いてるの。メディアとのコネクションもある。お父さんの話をもっと多くの人に知ってもらえるかもしれない。俺の目に涙が浮かんだ。照子。お父さん、一緒に戦おう。ああ、今度こそ正しいことをしよう。俺は照子の手を握りしめた。10年ぶりに俺は本当の意味で父親としての誇りを感じていた。娘に真実を話し、娘がそれを受け入れてくれた。そして一緒に正義のために戦ってくれるという。これが本当の家族の絆なのだと俺は実感していた。照子に真実を話した翌日、俺は一人で町に戻った。しかし、商店街の様子がおかしかった。いつも賑やかな魚屋さんがシャッターを下ろしている。どうされましたか？俺は近所の人に尋ねた。剣持さん知らないんですか？今朝変な人たちが来て、剣持と親しくしていると、商売に支障が出るぞと脅されたみたいで。俺の顔が青ざめた。加賀の差し金だった。俺が調査に協力することを察知して、地域の人々を使って俺を孤立させようとしているのだ。俺は他の商店も回った。みんな同じだった。朝から複数の男たちが来て、俺と距離を置くよう脅迫されていた。俺は駐在所に戻り、深く考えた。加賀は俺の弱点を正確についてきた。俺が最も大切にしている地域の人々との絆を断ち切ろうとしている。夕方、俺は町長の家を訪ねた。町長、お話があります。皆さんに知っていただきたいことがあるんです。俺は10年前の事故の真相と、加賀の不正について、すべてを話した。町長は黙って聞いていた。剣持さん、あなたは10年間一人で、そんな重荷を背負っていたんですね。そして今は正しいことをしようとしている。はい、そのつもりです。町長は立ち上がった。わかりました。町内会の緊急会議を開きましょう。剣持さん、あなたは10年間この町の人々を守ってくれました。今度は私たちがあなたを守る番です。町長の目には強い意志が宿っていた。その夜、町内会館に町の人々が集まった。商店主、農家の人々、サラリーマン、主婦、みんな真剣な表情だった。俺は壇上で改めて真実を語った。10年前の事故のこと、加賀の不正のこと、そして今朝の脅迫のこと。皆さんにご迷惑をおかけするつもりはありません。でも、真実を隠し続けることはできませんでした。俺は深く頭を下げた。しばらく静寂が続いた。その静寂を破るように、魚屋さんが立ち上がった。剣持さん、あなたを責める人はこの町にはいません。10年間あなたがこの町にしてくれたことをみんな知っています。彼の言葉に他の人々もうなずいた。それに、権力者の不正を暴くことは正しいことです。私たちは剣持さんを支持します。町長が続けると、会場から拍手が起こった。俺の目に涙が浮かんだ。ありがとうございます。ところで剣持さん、その加賀という人を追い詰めるために、私たちにできることはありませんか？商工会の会長が手を挙げた。俺は驚いた。皆さんに危険なことをお願いするわけには。危険？私たちはこの町の住民です。正当な権利を行使するだけですよ。会長は笑った。俺は考えた。そして、俺の元官僚としての知識が蘇った。高速道路の工事について、住民監査請求を起こすことができます。不正な入札で行われた工事なら、住民には工事の中止や契約の見直しを求める権利があります。それは素晴らしい。どうすればいいんですか？商工会長の目が輝いた。必要な書類を作成して役場に提出します。そしてメディアにも情報を提供します。俺の言葉を受けて町長が立ち上がった。加賀さんはこの町の住民を舐めています。でも私たちには権利があります。正当な手続きで不正と戦う権利が。そうだそうだ。会場が盛り上がった。彼らの姿に俺は胸を熱くした。その夜、俺は町の人々と一緒に住民監査請求の書類を作成した。
俺の官僚時代の知識と地域の人々の熱意が組み合わさって完璧な書類が出来上がった。俺は初めて実感した。真の力は権力や地位ではない。人と人との信頼関係なのだ。10年間かけて築いたこの町の人々との絆こそが俺の最大の武器だった。住民監査請求の書類を提出してから3日後、事態は急速に動き始めた。朝のニュースで俺は驚くべき報道を目にした。警察庁長官の汚職疑惑が浮上しました。加賀昇長官が建設会社から接待を受け、公共工事の入札情報を漏洩していた疑いが強まっています。また、10年前の交通事故についても新たな証言が得られ、長官が実際の加害者だった可能性が指摘されています。ニュースキャスターの声が駐在所に響いた。その時、俺の携帯電話が鳴った。秋山さんからだった。剣持さん、見てますか？ニュース。はい、今見ています。私の記事が全国紙に掲載されました。照子さんが紹介してくれた週刊誌の記事が火付け役になって、大手新聞社も動き始めたんです。そうですか。俺は安堵のため息をついた。住民監査請求の効果も大きかったようです。地方の住民が立ち上がったことで、他のメディアも注目し始めました。権力に立ち向かう地方住民の勇気として特集が組まれています。確かに、テレビでは俺たちの街の映像が流れていた。町内会館に集まる住民たちや、住民監査請求の書類を提出する場面だ。秋山さんとの通話が終わった後、駐在所の電話が鳴った。俺は受話器を取った。剣持くん、君は何ということをしてくれたんだ。俺は長官の地位を失うことになる。君のせいで私の人生は終わりだ。加賀さんの声だった。彼の声は震えていた。いえ、加賀さん、それはご自分の行いの結果です。あなたの人生を終わらせたのは、あなた自身の選択です。なんだと？10年前、あなたは真実を隠すことを選んだ。そして今も、不正を続けることを選んだ。その結果が今です。俺は冷静に答えた。加賀さんが歯ぎしりする音が聞こえる。剣持くん、まだ間に合う。証言を撤回してくれ。お互い過去のことは忘れよう。それはできません。もう俺は嘘はつきません。俺は断言した。長い沈黙の後、加賀さんが口を開いた。剣持くん、私にも家族がいるんだ。妻も息子も私の失脚で苦しむことになる。加賀さん、被害者にも家族がいたんです。2人の小さな子供がお母さんを待っていたんです。その子供たちは10年間、母親を奪った犯人として俺を恨み続けています。でも、本当は違った。本当の加害者は、のうのうと出世を続けていた。もしあなたが、被害者遺族の立場だったら、どう思われますか？加賀さんは黙った。まだ遅くありません。今からでも、正しいことをすることができます。加賀さん、自首してください。そして、被害者のご家族に謝罪してください。それが、あなたにできる最後の誠意です。俺は静かに言った。加賀さんは、長い間黙っていた。考えておく。そして電話は切れた。翌日の夕方、俺は再びテレビのニュースを見ていた。警察庁の加賀昇長官が辞任を表明しました。建設会社との癒着疑惑と10年前の交通事故隠蔽工作の責任を取るとしています。映像には記者会見で深く頭を下げる加賀の姿が映っていた。私は10年前の交通事故において事実を隠蔽し、部下に責任を転嫁いたしました。加賀の声はかすれていた。また、職務上知り得た情報を利用して、不正な利益を得ておりました。深くお詫び申し上げます。検察の捜査には全面的に協力いたします。加賀は再び深く頭を下げた。記者会見が終わると、俺の携帯電話が鳴った。照子からだった。お父さん見た？ああ、見たよ。ついに終わったのね。照子の声には安堵が込められていた。俺も深くため息をついた。ああ、終わった。お父さんお疲れ様。照子もありがとう。俺は窓の外を見つめた。夕日が山の向こうに沈もうとしていた。長い戦いが終わり、平和な日常が戻ってくる。でも今度は嘘に塗り固められた平和ではない。真実の上に築かれた本当の平和だった。俺は深く息を吸った。新しい人生の始まりだった。加賀さんの自首から1ヶ月後、俺の元に一通の封書が届いた。差出人は警察庁人事課となっている。封を開けると公式な文書が入っていた。
10年前の交通事故に関する再調査の結果、剣持慎太郎氏の名誉を一部回復し、階級の復活を認める。つきましては、本庁復帰の意向を確認したく、後日面談の機会を設けたい。俺は文章を読み返した。本庁復帰。10年前、俺が失ったキャリア官僚としての地位を取り戻すチャンスだった。その日の午後、県警本部の警務課長から電話があった。剣持さん、お疲れ様です。例の件でお話があります。はい。実は警察庁だけでなく、県警本部でも、剣持さんの処遇について検討しております。捜査一課の管理官ポストが空いており、剣持さんの経験と能力を高く評価しています。管理官。俺がかつて目指していた地位だった。俺は駐在所の中を見回した。10年間、俺の職場だった小さな部屋。壁には地域の子供たちが描いてくれた絵が貼ってある。机の上には住民からの感謝の手紙が積まれている。申し訳ありませんが、復職の件はお断りいたします。どうしてですか？俺にとってこの町の人々を守ることが何よりも大切だからです。俺は窓の外を見つめた。10年前、俺は大切なものを見失いました。でも今は違います。駐在所での勤務こそが俺の天職だと確信しています。そう言って電話を切った。その日の夕方、町長が訪ねてきた。剣持さん、テレビのニュースを見ましたよ。名誉回復おめでとうございます。でもこの町から離れるなんて寂しいですね。町長の表情が急に不安そうになった。俺は苦笑いした。町長、俺はここを離れるつもりはありませんよ。本当ですか？はい。この町が俺の居場所です。すると、町長の顔が明るくなった。よかった。みんな心配してたんですよ。心配？剣持さんがいなくなったら、この町はどうなるかって。でも安心しました。嬉しそうに続ける町長に、俺も自然と笑みが浮かんだ。復職を断ってから1週間後、照子が町を訪れた。俺は駅まで迎えに行った。ホームから降りてきた照子は、以前よりもずっと大人っぽく見えた。照子、よく来てくれたな。お父さんの職場を見てみたくて。照子は少し照れたように言った。駐在所までの道すがら、商店街の人々が次々と声をかけてくれた。剣持さん、お嬢さんですか？はい、娘の照子です。まあ、美人さんですね。お父さんに似て優しそうな顔をしている。照子は恥ずかしそうに会釈した。駐在所に着くと、照子は中を見回した。これがお父さんの職場。照子は壁に飾られた子供たちの絵を見つめていた。お父さん、こんなにたくさんの人に愛されているのね。俺は椅子に座った。照子、改めて、俺は、お前に謝らなければならない。10年間、本当のことを話さずに、お前を苦しませてしまった。照子は首を振った。私の方こそ謝らなきゃ。ごめんなさいお父さん。10年間お父さんを信じてあげられなくて。照子の目から涙が溢れた。俺は立ち上がって、照子を抱きしめた。謝るのは俺の方だ。お前を一人で苦しませてしまって、本当にすまなかった。優しく背中を撫でてやると、照子は泣きながら俺を抱きしめてくれた。10年間の空白がその瞬間に埋まった気がした。お父さん、結婚式のことなんだけど、出席しなくていいって言ったのを取り消させて。バージンロードを一緒に歩いてほしいの。照子が俺を見上げた。本当にいいのか？うん、胸を張って、これが私の父ですって、紹介したいの。照子は微笑んだ。俺の胸が熱くなった。翌朝、照子を駅まで送った。お父さん、また来るね。今度は彼も一緒に連れてくる。あ、楽しみにしてる。電車が動き出すと、照子が窓から手を振った。俺も手を振り返した。照子が帰ってから数日後、秋山さんが町を再び訪れた。剣持さん、お疲れ様です。秋山さんは以前と変わらぬ爽やかな笑顔だったが、どこか表情に深みが増していた。秋山さん、お久しぶりです。記事の反響、すごいことになってますよ。真実を語る勇気に感動した。権力に屈しない姿勢を尊敬するって。そうですか。俺は照れくさそうに答えた。でも、一番感動したのは私です。剣持さんの生き方を見て、記者として、そして一人の人間として、学ぶことがたくさんありました。秋山さんの目が真剣になった。そんな大げさな。いえ、本当です。秋山さんは、駐在所の中を見回した。ここに来て、剣持さんがどんな日々を過ごしているかを見て、私は変わりました。記者の使命について、
もう一度考え直すことができました。秋山さんは椅子に座った。私は、父を失った怒りで真実を追求していました。それは当然の感情です。でも、剣持さんを見ていて気づいたんです。真実を追求するだけでなく、その真実で人を救うことが大切なんだと。秋山さんは俺を見つめた。俺は何も言えなかった。だからね、剣持さん。私決めました。何を？この町に住みます。俺は驚いた。この町に？はい。地域に根ざした記事を書きたいんです。剣持さんのように、人々の暮らしに寄り添って。秋山さんは微笑んだ。俺の胸が温かくなった。それに、この町には剣持さんがいます。あなたからまだ学びたいことがたくさんあります。剣持さんにとっても、私のような存在が必要なのではありませんか？秋山さんは俺に歩み寄った。俺は首をかしげた。どういう意味ですか？10年間、あなたは一人で重荷を背負ってきました。今度は、誰かと一緒に歩いてもいいのではないでしょうか。正義感の強い元刑事と、真実を追求する記者。私たち、いいコンビだと思いませんか？秋山さんは笑った。釣られるようにして俺も笑った。確かにいいコンビかもしれませんね。でしょ？一緒にこの街を守っていきましょう。ああ。俺は差し出された秋山さんの手を握った。秋山さんの手は温かかった。その夜、俺は一人で駐在所にいた。窓の外では街の夜景が静かに輝いている。10年前の自己犠牲は確かに間違いだった。加賀さんをかばうことで被害者のご家族を長い間苦しめ、自分の家族もバラバラにしてしまった。真実を隠すことで誰一人救うことができなかった。でも、今は違う。真実を語る勇気を持ったことで全てが変わった。加賀さんは改心し、被害者のご家族に謝罪した。照子とも和解できた。そして、秋山さんという大切な仲間も得た。何より、この町の人々との絆が深まった。子供たちは俺を慕ってくれ、商店街の人たちは家族のように接してくれる。これが本当の意味での償いなのだろう。自己犠牲は美しく見えるかもしれない。でも、それだけでは根本的な解決にはならない。むしろ、問題を複雑にし、多くの人を傷つけることもある。本当に大切なのは、真実と向き合う勇気を持つことだ。10年間の長い償いの旅が、ようやく、本当の意味で終わったような気がした。これからは、償いではなく、希望に向かって歩いていこう。真実を大切にしながら、新しい人生を築いていこう。窓の外では、星空が美しく輝いている。明日もまた、この街で、新しい一日が始まる。俺は、それを心から楽しみにしていた。